JCGN の車両が増えてきましたので JCGN を説明します。まず JCGN の車両の場合はこちらにフレームに名板がつきます。お客さんの方で指定のナンバーがあるときはナンバーに対応できるときはナンバーを、お客さんの希望のナンバーで対応しています。原則的には、000の、当店デモ車からスタートしています。で、大きな特徴で一番の特徴はピポットが 20mm ほど下がっています。K ファクトリーさんのライディングステップはもともとこの楕円の形状になっていて上下にできるようになってるんですけれども、もともと通常の車両であればノーマル車両であれば 20mm 上の位置についてるんですけれども 20mm 調整してあります。で 20mm の調整が何のためかというと18インチから17インチに忍者の場合ほとんどの車両が変更しますが、変更した時の車体の姿勢をサスペンションやリンクロッドのみで、調整するとどうしてもネガな部分が出てくるので、それが切れ込みに出てきたり、リアサスが硬い部分ね、いきなり止まって硬くなったり柔らかくて入りすぎたりっていうところに、出てくるので、そういったものを解消する意味で、こちらのフレームができています。で基本的に、よっぽどご指定がない限りはフレーム補強は入れません。成立のこのオーリンズの43パイ、こういうシステムが多いんですけれども、こちらのシステムで、少々のペースで走られる方が走ってもフレームに、弱さを感じるようなことはないと思います。というのが、通常のフレでも、定評のある K ファクトリーさんのダウンチューブ、それからエンジンマウントに関しては黒森のボルトを、適材適所に使うことによって車体の構成が、ダウンチューブのみで確保できてしまいます。で、それでも足りないという、ハードなお客さん、例えばレースユーザーなんかの場合はお客さんと打ち合わせの上その箇所について入れていきますが、私たちもその経験でいろいろ今までやってきたんですけど、やみくももに一通り入れてっていう車両は、それでも考えながらやってきたんですけど、タップ溶接の状態でその全周溶接するとやっぱり硬くなるんで千鳥でやったりっていう方向でいろいろ構成バランスを考えながらやってきたんですけれども、それでもやっぱりダウンチューブがしっかりして、黒森のボルトでエンジンマウントして車体がしっかりしてくるとやっぱりねちょっと硬さが否めないんで、その硬さが生きるステージ走られる方にはとってもいいんですけど、やっぱりストレートできるだけねしなやかで、先日 K ファクトリーさんの合同テストの時に、MotoGP でマルケスとかペドロサさんなんかのね車両も開発されてた秋吉さんと、ちょっといろいろとセッションさせていただける機会があって、アクセルにしろ、各ボルトにしろかなりトルク管理は、厳密にされています。でその時の数値っていうのがね僕らにはちょっと驚愕的な数値だったんですけど、そういった車両であの人たちが乗るようなそのすごい高いレベルの車両でもそういうトルク管理でやってるってことはやっぱり5よりも10という硬いよりも柔らかいっていうことなんだなっていうのが僕らも少し分かってるんで、そちらの方向にセットアップしていくという意味合いもあって補強はよっぽどのことがない限りは入れないです。ただ、忍者のフレームのネックの部分も、ないことはないんで、そういった部分の解消の意味でいわゆる耳の部分は、貫通型にしてます。ここ裏で通常はサンドイッチのところが袋ナットになってて裏でただスポットで止まってるだけなんですけど、それだとどうしても耳ってここ一番忍者の場合、負担がかかる部分なんでカラーを挿入して、向こう側のここ袋形状なんで手前の交番と裏の交番の間にカラーを挿入してでカラーを、溶接して、その部分にボルトナットの方式で留めてます。で
この方式だと、エンジンマウントに関する、若干の調整も可能なので、より正しくエンジンが乗せれるということで、構成が余計に出しやすいというメリットもあります。それ以外の面に関してはもう基本的に K ファクトリーさんのダンチューブっていうのがもう本当によくできてるんで、僕は、こちらを生かした形で車体を構成というのをやってます。でこれでもうほとんどの方に問題があったことがないんで、こちらで大丈夫だと思うんで、そういう構成でやってます。今回はフレームのざっくりとしたその大まかなところをご説明しました。次回は例えばオフセットはどうしてるのとか、スイングアームが JCGA に変わった時に、例えば K ファクさんのスイングアームだったらいいけど、うちは、某社の他のスイングアームついてるんですよ、でスイングアームまで変える予算はないんですってなった時にどうなりますかっていう、そういうご質問があると思います。で基本は K ファクトリーさんのコンプリートのパーツのコンプリートという形でやってる寸法を取ってるんですけれども、いろいろとデータは取っていってるんで、そういう部分も対応できるフレームではあります。なので今後いろいろなものをつけながら、汎用性を広げていくことができればいいなとは思ってますが、基本的に、現在のところデータを取ってますのは、K ファクトリーさんの木の字断面のこちらのスイングアームと、でうちのK ファクトリーさんのデモ車である、忍者についているこのビッグメロジー、新型ビッグメロジーというタイプのスイングアームが JCGL の、指定になってます。でこれ以外のスイングアームだとできないのかっていうとそうではないんで、それに関してはデータを取りながらということになるんで、少しお暇をいただくような形にはなると。でエンジンにつきましては、デカヘッドの忍者ヘッドでも、例えば1100、1200でも、こちら忍者エンジンですね。で、1100、1200エンジン、ZRX エンジンでもどちらでも対応は可能です。若干足回りの味付けは変わるんですけれども、どちらでも可能です。誰でも乗りやすい、JCGL、こちらまた詳しく紹介してまいりますので、これからもよろしくお願いします。MC ジェンマでした。